皆さんこんにちは。プログラマーのすすきだです。この動画では Node.js でマルチパートフォームデータを使わずにファイルをアップロードする方法について紹介します。まず、コーディングの準備を行います。ディレクトリを作成して移動します。npm init コマンドを実行します。必要なパッケージをインストールします。必要なファイルを作成します。エディターを開きます。まず、index.html の内容を入力します。以下、コーディングと動作確認を並行して行います。タイトルと見出しを入力します。動作確認を行うには、index.html をブラウザで開きます。続いて、ファイルをアップロードするフォームを入力します。ファイルのフォームが表示されました。最後にスクリプトを読み込む部分を入力します。動作確認のためにコンソールログ関数を呼び出します。Here と表示されました。続いて server.js の内容を入力します。必要なパッケージをインポートします。メイン関数を呼び出す部分を入力するのに加え、メイン関数を定義します。エラーを表示するコードを書きます。動作確認のためにコンソールログ関数を呼び出します。エクスプレスのルーターを作成します。index.html と client.js のファイルを提供するエンドポイントを設けます。環境変数からポートを読み込みます。ルーターのリッスンメソッドを使ってサーバーを起動します。
タイプミスがあったので修正しました。またタイプミスがあったので修正します。さらにタイプミスがあったので修正します。ようやく表示されました。最後にクライアント .js の内容を入力します。HTML 上の要素を取得します。動作を確認するにはそれぞれの内容を出力します。送信ボタンがクリックされた時のイベントハンドラーを登録します。選択されたファイルを扱うにはイメージ .files にアクセスします。このようにファイルが表示されました。ファイル名を取得するにはファイル .name にアクセスします。リクエストボディはファイルの内容を使うので、それ以外に送信したい内容がある場合は、クエリパラメータなどを使用します。ファイルをアップロードするためにフェッチ関数を呼び出します。この際、ボディにファイルを指定します。レスポンスのステータスが201である場合は、アップロードが成功したメッセージを表示します。それ以外の場合はエラーメッセージを表示します。現在はまだアップロードのエンドポイントを作っていないので404が表示されます。アップロードのためのエンドポイントを作成します。まずは501を返す仕様にして試してみます。まだ404が表示されます。サーバーの再起動を忘れていました。次にリクエストボディを取得するためのプロミスを書きます。
コンソールログ関数を使って動作を確認します。再起動が煩わしくなりましたので、node-mon コマンドを使います。バッファーの内容が正しく表示されました。続いてバッファーの内容をローカルストレージに書き込みます。まずは書き込む先について必要な変数を定義します。動作を確認します。書き込み先が表示されました。続いて mkdir 関数を呼び出してファイルを書き込むためのディレクトリを作成した後、write ファイル関数を呼び出してファイルの書き込みを行います。今ボタンを押しました。エラーが表示されなかったのでおそらく成功しています。その場合、エディターなどでアップロードディレクトリが作成され、またファイルの画像ファイルなどがアップロードされたことを確認します。念のため、ネットワークのコンソールの内容を確認してみます。このように201番のレスポンスが返ってきていることから成功していることがわかります。以上で終わります。お疲れ様でした。以上で紹介を終わります。皆さんうまくいきましたでしょうか？うまくいかなかったところなどありましたらお気軽にコメントをいただければ幸いです。その他のコメントも大歓迎です。それでは本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どしどしお待ちしております。バイバイ。